こんにちは、あいこです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今回の動画では、アームを作る練習として、ロボットアームの腕に相当する部品を作っていきます。動画の流れとしては、まず今回の動画で作る部品について説明した後に、実際にフリーキャドを操作して学びます。動画を最後までご覧いただくと、スケッチからこのような部品を作る方法を学ぶことができます。それでは早速始めていきましょう。はじめに今回の動画ではアームを作る練習1としてこのようなスケッチを描き、このような部品とこのような部品を作ります。ここでもしまだフリーキャドをダウンロードしていない方は再生リスト内にあるフリーキャドを始めるを最初にご覧ください。またフリーキャドはダウンロードしたけどこれから初めて操作するという方は再生リスト内にある簡単に部品を作ってみるを参考にまずは操作に慣れることをお勧めします。さらに操作には慣れてきたけどスケッチの描き方をご存知でない方は再生リスト内にあるスケッチから部品を作るから始めるとスムーズに学習できます。それではアームを作っていきましょう。新しいからのドキュメントを作成ボタンをクリックをします。新規スケッチを作成ボタンをクリックします。XY 平面をクリックをし、OK をクリックします。円弧を作成するボタンをクリックをし、原点をクリックします。左上に移動してクリックし、原点を中心に左回りに回転させ、原点の右上に移動してクリックします。原点よりも上の縦軸上でクリックします。左下に移動してクリックし、縦軸上でクリックした点を中心に右回りに回転させ、縦軸上でクリックした点の右下でクリックします。直線を作成するボタンをクリックをします。上にある円弧の左端点をクリックをし、下にある円弧の左端点をクリックします。上にある円弧の右端点をクリックし、下にある円弧の右端点をクリックをします。エスケープキーを押してボタンを解除した後に、左にある直線をクリックし、垂直に拘束するボタンをクリックします。次に右にある直線をクリックし、垂直に拘束するボタンをクリックします。下にある円弧の中心点をクリックし、上にある円弧の中心点をクリックします。垂直距離を拘束するボタンをクリックし、150mm と入力をして OK をクリックします。虫眼鏡のマークをクリックしてスケッチを画面の中央にします。下にある円弧の円周をクリックし、こちらの三角マークをクリックをして半径を拘束するボタンをクリックをします。18mm と入力をして OK をクリックします。続いて上にある円弧の円周をクリックし、半径を拘束するボタンをクリックします。18mm と入力をして OK をクリックします。虫眼鏡のマークをクリックしてスケッチを画面の中央にします。下にある円弧の左端点をクリックをし、右端点をクリックします。水平に拘束するボタンをクリックをします。再び円弧の左端点をクリックし、右端点をクリックします。水平距離を拘束するボタンをクリックをし、20mm と入力をして OK をクリックします。スケッチの線が緑色に変わり完全に拘束されました。閉じるをクリックします。虫眼鏡のマークをクリックしてスケッチを画面の中央にし、等角図にするためにアイソメトリックビューボタンをクリックします。コンボビューのモデルタグをクリックし、新しく作られたスケッチをクリックし、選択された状態で押し出しボタンをクリックします。
パッドパラメータが現れるので、長さを 8.0mm と入力をして OK をクリックします。次に部品の上面をクリックし、部品を空洞化させるボタンをクリックをします。内側に向かって厚みを作成ボックスにチェックを入れ、厚みを 2.0mm と入力をして OK をクリックします。次に部品の仮面にあるエッジを4箇所クリックをし、フィレットを作成するボタンをクリックをします。半径を 5.0mm と入力をし、OK をクリックします。ここで作業中のドキュメントを保存するボタンをクリックをします。セーブアズに制作中の部品と入力をして、セーブをクリックして保存します。次に部品の上面をクリックし、こちらの三角マークをクリックをして現在円柱をクリックします。半径に 3.0mm と入力をし、高さは 10mm のままとします。穴を開けたい面を定めるため部品の上面をクリックします。すると緑色の文字でモード平面上の XY でアタッチと表示されます。最後にコンボビュー内の下の方にある側面を反転にチェックを入れ、OK をクリックします。メニューのファイルをクリックをし、名前をつけて保存をクリックします。セーブアズにアーム傘歯車なしと入力をして、セーブをクリックして保存します。メニューのファイルをクリックをし、閉じるをクリックします。次にドキュメントを開くボタンをクリックをします。制作中の部品をクリックをし、オープンをクリックします。部品の上面をクリックをし、新規スケッチを作成するボタンをクリックをします。次に円弧を作成するボタンをクリックをし、原点でクリックします。左上に移動して適当な位置でクリックをし、原点を中心に左回りに円を描くように移動して原点の右上の位置でクリックをします。続いて原点よりも上の縦軸上でクリックします。左下に移動してクリックし、縦軸上でクリックした点を中心に右回りに円を描くように移動して、縦軸上でクリックした点の右下でクリックをします。エスケープキーを押してボタンを解除した後に、上にある円弧の中心点をクリックをし、下にある円弧の中心点をクリックします。垂直距離を拘束するボタンをクリックをし、14.5mm と入力をして OK をクリックします。直線を作成するボタンをクリックをします。上にある円弧の左端点をクリックをし、下にある円弧の左端点をクリックをします。次に上にある円弧の右端点をクリックをし、下にある円弧の右端点をクリックをします。続いてエスケープキーを押してボタンを解除した後に、上にある円弧の円周をクリックし、こちらの三角マークをクリックして半径を拘束するボタンをクリックします。1.8mm と入力をして OK をクリックします。次に下にある円弧の円周をクリックします。半径を拘束するボタンをクリックし、3.5mm と入力をして OK をクリックします。下にある円弧の左端点をクリックし、右端点をクリックします。水平距離を拘束するボタンをクリックをします。5.6mm と入力をして OK をクリックします。
再び下にある円弧の左端点をクリックをし、右端点をクリックします。今度は水平に拘束するボタンをクリックします。続いて上にある円弧の左端点をクリックし、右端点をクリックします。水平に拘束するボタンをクリックします。次に上にある円弧の左端点をクリックし、右端点をクリックし、中心点をクリックします。対称拘束のボタンをクリックします。ソルバーメッセージ内に以下の不要な拘束を削除してくださいと表示されたので、12番の拘束を削除します。コンストレイントの中の12番の拘束を右クリックし、削除をクリックします。ソルバーメッセージ内にスケッチが完全拘束になりましたと表示されたのを確認をして、閉じるをクリックします。虫眼鏡のマークをクリックしてスケッチを画面の中央にし、等角図にするためにアイソメトリックビューボタンをクリックします。コンボビューに新しく作られたスケッチ001をクリックし、選択された状態で押し出しボタンをクリックします。パッドパラメータが現れるので、長さを 4.9mm と入力し OK をクリックします。押し出された部品の上面をクリックし、こちらの三角マークをクリックし、加算円柱をクリックします。コンボビュー内にプリミティブパラメータが現れるので、半径を 3.0mm と入力をし、高さを 58.38mm と入力をします。先ほど押し出された部品の上面をクリックします。すると緑色の文字でモード平面上の XY でアタッチと表記されるので OK をクリックします。次に部品の仮面をクリックをし、加算円柱をクリックします。コンボビュー内にプリミティブパラメータが現れるので、半径を 3.0mm と入力をし、高さを 10mm と入力をします。部品の仮面をクリックします。すると緑色の文字でモード平面上の XY でアタッチと表記されるので OK をクリックします。ここでメニューのファイルをクリックをし、名前をつけて保存をクリックします。セーブアズにアーム傘歯車ありと入力をして、セーブをクリックして保存します。それでは最後にスライドに戻ります。今回の動画では部品を空洞化させるボタンを使いました。ボタンの使い方について詳しく学びたい方は、こちらの部品を空洞化させる方法という動画をご覧ください。今回の内容は以上です。動画を見て参考になったという方は、ぜひ高評価よろしくお願いします。またこのチャンネルでは無料で使える CAD ソフトの使い方をご紹介しています。私自身が知りたかった情報を頭の整理を兼ねて動画にまとめています。DIY やものづくりに活かせる情報を配信していますので、最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録のボタンをクリックしてください。ちなみにチャンネル登録は無料です。このチャンネルを応援したいという方もぜひチャンネル登録をお願いします。それでは次回もお楽しみに。